はい、今回はスーパーミニ四駆シリーズのビッグバンゴーストを改造していきます。このマシンが登場したのは94年ですが、その頃はフルカールミニ四駆シリーズが始まってレースシーンが盛り上がってきた時期とも重なることから知ってる人も多いと思います。個人的には横向きというより正面向きに書かれたパッケージで印象に残っているマシンですね。今回は当時のキットではなく2016年に再販されたプレミアム版を使っています。で、これは何をしているのかというと、AR シャーシに乗せ替えるためにボディの差し込み部分を作り変えているところですね。元のスーパーワンシャーシやプレミアム版のスーパー2シャーシとはこの辺りの作りが別物なので、そのままでは乗せ替えができず、こういう工作が必要になってきます。さらにシャーシが変わることでこのフロントパーツですね、これもスーパー1スーパー2シャーシに適合した形をしているので AR シャーシで付けようとすると一工夫必要なパーツになっています。今回はいずれもシャーシ側の加工はせずにボディ側に手を加えることで解決していきます。ひとまずこれがフロントパーツをつけずにボディが AR シャーシに乗った状態になります。そのフロント周りの問題さえ何とかなれば、他に AR シャーシに乗せ替える際の干渉箇所はほとんどなくボディを止めることができます。もう一つやりたかったことで、今切っているこの部分を詰めて細身なボディを作っていきます。ボディの幅をシャーシに合わせることで、より AR シャーシに適合したビッグバンゴーストに近づいていくと思うので、こういうところも今回の見どころになると思います。接着面のカーブにズレがあったりして接着が不安だったので、穴を開ける時に出たこういう破片ですね、流し込み接着剤で溶かして隙間を埋めています。特にピンバイスを使った時に出る破片は薄くてすぐ溶けるので使いやすいと思います。で、大きな段差にはエポキシパテを持って自然なカーブを作っていきます。
フロントパーツはボディをシャーシに差し込む時に引っかからず、ボディがついた時にはバンパーの上に乗っかる角度をつけてボディに接着しています。なので少し浮いた感じにはなりますが、それほど違和感なく取り付けに不自由しない形に持っていけたと思います。ボディ全体は見ての通り AR シャーシに合わせて横を絞ったことで細いシルエットに変わっています。ミニ四駆でこういう明るめの緑色メインで塗装するのって赤や青と比べると敬遠されがちだと思うんですね。そこで今回季節感を意識しながらカーモデルらしくがっつり緑が使われたカラーリングも注目してほしいところですね。
これもウィンドウの大きいマシンではよくやる技ですね。ウィンドウの周りにぐるっと色を入れて小さく見せるっていう、今回はプラ板で形を少し変えているのもありますが、なかなか効いていると思います。